皆さんこんにちは。小松です。済んだもんなのだ。過去様々なマスキングテープを使い、塗装をしてきましたが曲面曲線に追従できるマスキングテープってなかなかないんですよね。今まで使った中だとクレープ紙を使ったマスキングテープが一番追従するかなと思うのだ。あれはよく曲がるんですが塗装すると境界線がガタガタになっちゃうんですよね。小松のスキルが足りないと言われればはい、そうですとしか言えませんが、クレープ紙マスキングテープ並みに曲がって、塗装後の境界線も綺麗。そんなものを求めて色々と材料を研究していたんだぜ。マスキングテープ屋さんのせがれと友達になれたのか？人見知り陰キャの小松に何を期待しているのかね。まあ、小松だから仕方ないのだ。色々と材料を調査研究した結果ついに完成したのが今回紹介する曲線追従マスキングテープ。その実力をぜひ見ていただきましょう。ということで製品版のシートがこちら。シートは小さいんですが、0.3 ミリ幅、長さ74ミリのマスキングシートが50本カットされています。まず周囲の余白部分を剥がしてもらって使うのが使いやすいと思うのだ。勢いよく剥がすとマスキングテープも剥離紙から剥がれてしまうので注意してください。テープを1本剥がしてみるのだ。とにかく細いのでピンセットは必須になると思います。あとルーペとかいるかも。非常に柔らかい材質なのでゆっくり剥がしてください。マスキングテープは10本元に2ミリの余白があるのだ。よく見たらわかると思うけどカット跡も見えにくいので注意してほしいのだ。生産の都合でどうしても必要な余白なのでご理解ください。一応これも2ミリのマスキングテープとして使えます。直線塗り分け部分などに使ってもらえれば嬉しいのだ。では早速今回の曲線追従マスキングテープを使ってみましょう。まずはちょっと優しめの靴の塗り分けラインから。マスキングのやり方は他のマスキングテープの貼り方と大差ないのだ。ただし伸びやすいので加減しながら貼っていくのがコツなのだ。手で大まかな位置に合わせて軽く押さえ、爪楊枝で位置を微修正するのがやりやすいかなと思います。難なく曲線に追従したのだ。浮きなども見当たらないしテープが裏返ったりもしないのだ。個人的には一番使いやすいマスキングテープと自負しております。では少しずつレベルを上げていきます。今度はこのアイパッチのマスキング。白レジンに塩マスキングテープは見えにくいのだ。まあ、今回はあくまでもテストなので、普通は塗装されているから真っ白ということはないでしょ。この曲線も爪楊枝で微修正をしながら合わせていくことで追従できました。これくらいの曲線は全く問題なさそうなのだ。次に行くのだ。意外と手持ちのキットを探してみるとマスキングが難しいキットが少なかったんですよね。知らないうちに自己防衛してたのか。ということで目の部分をマスキングしてみましょうか。これは紙マスキングテープでは厳しいのだ。小松もアイペイント前のマスキングは練り消しでやっているのだ。まあ、練り消しで十分いいんですがこの厳しい曲線にもこのテープはきっちり追従してくれます。慣れればこっちの方が早いかもしれないのだ。せっかくなので次回作はこれを使って目のマスキングをしてみますかね。次は怒りマークのモールドです。サンプル品を紹介するときに Twitter で上げたやつです。念のため今回量産品を使って再度撮影したのだ。割と厳しめな曲線ですが、問題ありません。そしてポイントはこの直角に近い R が入った怒りの根元の部分。ちょっと見えにくいけど、曲げる際に爪楊枝の先端を当ててプルッと回すとかなり急角度で曲げることができるのだ。今爪楊枝を回したことでマスキングテープが曲がったのがわかりましたかね。このようにすればかなり厳しい角度でも追従させることが可能です。調子に乗ってもう一回。他の部分が引っ張られて浮いてきたり剥がれたりせずに曲がるのでぜひ試してみてほしいのだ。マスキングができることは分かったのだ。塗装したら境界線は綺麗に仕上がるのか？試してみましょう。先ほど冒頭でマスキングをした靴を塗装してみます。この曲線追従マスキングで両線をマスクしたら、それ以外のところはマスキングゾルなどで埋めるようにしてください。塗装して乾燥させたのだ。マスキングテープを剥がしていきますよ。
両線のガタガタもほとんど見られず、塗装が入り込んだ形跡もなしです。ぜひ試してみてほしいのだ。ということで曲線追従マスキングテープの宣伝でした。ぜひ買って試してみてください。ブースで販売しているので気になった人は説明欄のリンクから飛んでみてほしいのだ。初回販売分は1時間ちょいで完売しました。ありがとうございます。頑張ってどんどん作ってますので売り切れていたらちょっと待ってね。キビキビ働くのだ。印刷した台紙があと1000枚残っているのだ。なんだと